皆さん、こんにちは。アバンチュールです。セブンデイズブーダイ、アルファ19、前回の続きからやっていきます。3日後にフェラルですが、その前に、無限採掘場の掘削をしておこうと思います。外側は十分掘り下げてあるので、次は中心を崩落させます。崩落させる際の便利テクニックがあるので、実践してみます。中心を掘る前に、鉄筋フレームのプレートを敷き詰めます。ほい。この状態で掘っていきます。通常であれば、土や石が落下した際に、一定確率で瓦礫ブロックができてしまいますが、プレートを敷いておくことで、瓦礫ブロックができた直後、もう一度落下して、勝手に処理されてくれるというわけです。プレート形状のものなら、どれでも同じことができますが、回収できる鉄筋プレートがおすすめです。早く崩落するところを見たいんですが、なかなか崩落してくれませんね。少し掘り進めて、なんとなく原因がわかりました。出入り用のはしごが支えになっちゃってるんですね。なのでこれは一旦壊して、後でかけ直しましょう。来た来た。大迫力ですね。どうしても細かい瓦礫は残ってしまうので、追って処理しましょう。わざわざアイテム化した石や土を集めてます。ゲームでも貧乏症って出るもんですね。鉄筋フレームは400個ほどしか持ってきてないので、回収しながら作業を進めます。OK、これで全部ですね。結構時間かかったなぁ。でもこれも無限に鉱石を集めるためと思えば、安いものです。作業はこれで十分ですが、念のためもう一手間加えます。床一面に木製プレートを敷き詰めていきます。これはゾンビの湧き潰しです。ゾンビを含めたモンスター類は、人工物の上ではスポーンしない、という特徴があります。なので、このようにプレートで塞ぐことで、採掘場内で枠のを防止できるというわけです。まあ、外ではいたゾンビが落ちてきたら、それはどうしようもないんですけどね。あと、最終的に岩盤まで掘り下げることを考えるなら、未強化のフレームを使うのが無難です。プレートだと後々壊す必要がありますからね。退屈な作業なので、カットだ。敷き終わりました。あとははしごをかけ直して終わりですね。看板やキャットウォークでの装飾は、またの機会に。一応前景も見ておきましょうか。開放感しかねえ。ちなみに、深さは15マスになりました。あまり悠長に進めていたら70日になっちゃうし、鉄が出る場所も見つかったので、アルファ20になったらここも使わなくなると思うと、切ないものがありますね。お別れのその時まで、ここはしっかり使ってあげましょう。迎撃拠点にやってきました。懐かしのシャッターループ拠点です。今回のフェラルはここを改築して戦います。まずははしご直下の床を壊します。もう一段掘って、トリップワイヤーを設置。上にも設置して、配線ツールでつなぎます。OK。そして持ってきたダーツトラップを、はしごに向けて設置。真上のトリップワイヤーとつなげて、完成です。拠点側のものと合わせて、ダーツトラップは、計15個になりました。鉄の消費がエグいことになりそうだ。でも、この構成がうまくいけば、
自動殲滅拠点みたいなことも可能になりそうです。セブンデイズ、始まったな。ダーツは装填しておきますが、弾薬ロックはフェラル直前にやります。じゃないと 150% 事故るので。そうそう、ここも保護しておかないと。まずはアロースリットで試してみますが、これは失敗します。理由は後ほど。デバッグモードでゾンビを召喚します。こちらを認識したのに、壁を叩いてますね。これはアロースリットの形状が原因です。推測でしかないですが、真ん中の隙間のせいで、ゾンビのルート認識から弾かれてしまうんだと思います。配線の利便があるので、アロースリットが使えればいいんですが、フォードまでに色々試して、うまくいかなかったら、普通のフレーム形状にします。それでは、フォード行きましょう。やってきました第9回フェラルフォード。今回改築した本拠点は、どんな振る舞いを見せるのか、刮目してください。なんか今、不穏なテロップ流れなかった？気のせいならいいんですけど。おっと早速汚染バイカーの登場です。このシャッターで奈落乗ってはこっち来んなー。自分が落ちてどうすんねん。とりあえず脱出を。ひえ、めっちゃいる。ここは反対側から逃げるのだ。よし、点を聞かせて脱出しました。急いで位置に復帰しましょう。そうか、テストのためにここのバリケードを壊してたりてー。警官まで来るのは聞いてない。急いで補修じゃ。反対向きになっちゃったけど、まあしょうがない。それより増設したダーツは機能してるのか、確かめましょう。まあいい感じかんるほう。今気づきました。警官対策全然できてないじゃんこの拠点。気づくのに遅すぎるんだ。弾幕ゲーやってるみたいだ。ゆらゆらしてゲロをかわしながら修理します。極力ゲロは測れる前に妨害します。うわぁ。ワイヤーが壊されてしまって、落とし穴が機能してないですね。ここは構造を変えた方がいいかもしれんつー。鬼襲来試練場。迎撃どころじゃなくなってきました。そう、こんなはずではなかったのだが、とりあえず警官ウェーブが終わることを期待して、0時を回るまで野戦で行きます。覇王昇降剣を使わざるをリロードしてなかった。気を取り直して。やっぱこれだね。デモが出たので、あえて自爆させようとしてるんですが、自爆装置を狙って撃つのも難しいです。けど狙ってない時に限って、なぜか当たるっていうね。セブンデイズ7不思議の一つです。0時回ったけど、警官は依然湧き続けてます。これは厳しい。できる限り応戦します。位置に戻ってみますか。うわぁ、まだいそうだなぁ。いででで、なんだお前ら。背中側の防護壁も強化しておくべきでした。素材をケチったのが裏目に出ましたね。なんか前回フェラルと絵面変わってなくない？計画に穴が多すぎるんだよね。それ一番言われてるから。フェラル終了です。今回はひどかったですね。拠点の面白さを、ほとんど伝えられないプレイでした。ひとえに警官対策を怠ったゆえの結果なので、再度拠点を大幅修正して、次回フェラルを迎えたいと思います。
せっかくだから、殲滅くらいは拠点の設備を使いますか。これだよこれ、私がやりたかったのは、フェラル中にできていればな。正直、これでもまだ火力不足感は否めません。汚染ゾンビは回復能力があるし、拠点内で自爆もされてしまったのでね。今は資源を大量に集める手段があるので、タレットを増設するのも視野ですね。殲滅完了、戦利品はこちら。なんと、品質6の M60 が出ました。これは嬉しい。野戦メインだったので、バップは少なかったものの、十分お釣りが来るレベルです。あとは未読スキル本、品質6軍用ブーツなどですね。大闘争をコンプしたようです。未読スキル本も、残すところあとわずかですね。ぶっちゃけ読まなくてもいいくらいの効果ですが、ここまで来たら全コンプを目指したいところ。以上、第9回フェラルホードでした。本シリーズもあと少しで完結ですね。引き続き動画投稿頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。それではまた。バイバイ。